皆さんこんばんは。ゼルダ考察の右脳と言います。雷の大地の緑マーク、あれはコログ族と関係あるのかもしれませんね。ゼルダゲーム全般の薄いネタバレがあります。敏感な方はお気をつけください。今回は僕の過去動画でサムネイルに選んだ美味しいところの一部についていくつかお話ししていきます。皆さんの考察材料にお使いください。まずこんな感じで進めていきますという例を挙げます。考察視点の不思議の帽子2、これはブレスオブザワイルドが発売して少し経った時に公開された開発秘話を話す動画の中で、開発ディレクターの藤林さんが語っていた内容です。驚くことにブレワイは当初小人の種族であるピッコルを登場させる案もあったそうなんですよね。もちろんリンク自身も小さくするというギミック込みで考えていたそうです。しかし彼らを活かせる幅があまりないなということで泣く泣くカットされたんだと藤林さんはおっしゃってました。考察視点のスカイウォード4、このマークはスカイウォードソードの天望の神殿のあちこちに描かれている女神ハイリアと関わりがあると考えられる謎のマークです。葉っぱが入っていますね。サムネイル画像を見てもらうと分かる通り、ブレスオブザワイルドのハイラルのあちこちにも描かれているんですね。ゾナー族と関連ありそうなマキューズ半島、忘れ去られた神殿などなど、他にも挙げ始めればキリがありません。なのにもかかわらず、全くもって何を意味するマークなのか1ミリも分かっていません。こんな感じで進めていきます。このチャンネルではブレスオブザワイルド特編や薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。考察視点のスカイウォードソード9、スカイウォードソード作中、大地の神殿の後半に立っている竜の頭を持つトーテムのような像です。ゾナウ族が信仰する水竜の石像に結構似ていますよね。ちなみにここの最深部には大地の泉という泉がありまして、ブレワイの勇気の泉にそっくりなんですよね。全く同じものだと思いたいのですが、位置がかなり離れていますので関連は分かっていません。その他の説明できない数々の建造物もゾナウやシーカーの謎技術のなせる技なんでしょうか。考察視点のトワイライトプリンセス5、これはもう見たまんまなんですが、シーカー異物の弾を収める台座にかなり似ていますね。トアプリのここがどこかというと、マスターソードが収まっている聖域です。同時に時の神殿でもあります。ここの2人の守護者が乗る台のようですね。これがなぜブレワイで祠で使われているのかは不明です。デザインが一緒なだけの中身は別物なんですかね。考察視点のスカイウォードソード6、スカイウォードソードをプレイしたことがある方なら絶対に知っているこの立方体、女神キューブ。このキューブめがけてスカイウォードを放つと、ゼルダゲームおなじみの謎技術で空に打ち上がっていきます。そしてこれをモデルとしたんじゃないかというものがブレワイにも出てきますよね。皆さんも見かけたことがあるかと思います。魔王ヌの祠横などにあります。ちなみにこれはあまり知られていませんが、これにスカイウォードが元ネタなんじゃないかと思われる剣ビームを当てると何も起こりません。覚えておいてくださいね。すみませんでした。考察視点の不思議の帽子3、この渦を巻いている2つのマーク、右側はスカイウォードソードに登場する RS シリーズというロボットの頭についているマークですね。そして左側が天空で暮らしている風の民という風を自在に操る者たちが残したマークです。こちらは不思議の帽子に登場します。どちらも時のオカリナよりもはるか昔の時代を描くゼルダゲームに登場しますが、双方の関連は不明です。考察視点のスカイウォードソード11、スカボ川のこのマークはスカイロフト騎士学校のマークです。そしてトワプリ川のこのマークは地上から天空へと通じる大砲が地下に隠されているカカリコ村の地下にあるマークです。どういう流れかは不明なんですけど、関連があるのは明白ですよね。考察視点のトワイライトプリンセス4、トワイライトプリンセス作中でハイラル城下町からハイラル城へ続く階段にどう見てもリト族な鳥っぽい種族が描かれているって内容ですね。トワプリにはリト族が登場しませんけど、ハイラル以外の国のどこかで暮らしていたのかもしれませんね。コログ族もそうなんですが、ブレワイのリト族のルーツは判明していません。僕はブレワイのハイラルは敗北ルートの最新だと思っているんですが、敗北ルートにも作中に描かれていないだけでどこかにリト族がいたのかもしれません。今後のゼルダゲームでまた古い時代の物語も出るかと思いますが、その時に判明するのかもしれません。考察視点のスカイボードソード13、ブ
ブレワイのゼルダ姫が修行の際、巫女服の一部としてつけているこの腕輪、元ネタと思われるものがスカモに出てくるんですね。女神ハイリアが転生した存在であるゼルダがつけていました。色も素材も変わっているようですし、細かい関連は不明です。考察視点の風のタクト5。風のタクトのダンジョンの一つ、禁断の森の奥の方に燭台のような使われ方をしている謎の物体に描かれたマークです。というか模様と言えるのかもしれませんね。これ、雷の大地の緑マークにそっくりなんですよね。もちろん関連は分かっていませんが、このマークはコログ族を表していたのかもしれません。謎は深まるばかりですが、調査中です。考察視点の風のタクト11。これも先ほどお話しした風タク禁断の森のモンスターなんですが、植物だと思われるこの触手みたいなもの、ブレワイのガーディアンの足に似ていませんか？途中の作りも先端の鍵爪のようなフックも似ています。ちなみにこのモンスターは切っても切っても無限に即再生する無敵仕様です。切ると緑色の液体を撒き散らします。ガーディアンとの関連はわかりません。ガーディアンはこの植物をモデルとして作られた説ありますかね？ないか。考察視点のスカイウォード7。スカイウォードソード作中の大地の神殿に入るために集めた鍵のかけらですね。これ、ブレワイ続編 PV に出てくるあの謎の右手の装飾に似ていませんか？金色、鍵手のような形。もちろん関連はわかりません。他にもスカイウォードソードにはサイレンの守護者とか続編 PV のこの装飾に似た感じのものがたくさん出てきます。7月には HD 版が発売されますので、ぜひ綺麗な映像で確認して回ってみてくださいね。僕も生放送でまた考察視点のスカイウォードソード第2弾見ていきたいと思います。というわけで今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張りますので、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。